こんにちは、グリプトです。本日も仮想通貨、ブロックチェーン界隈のグッドファンダからバッドファンダチャートなどをまとめて見ていきたいと思います。まずオンチェーン関連では、先週送金されたマウントゴックスの 3371BTC がまた他のアドレスに送金されています。債券種分配は来年10月末に延期となってますけども、現物が未だに動いてるんで、その後の動向が注目されています。あと ETF 関連では仮想通貨系 ETP の先週の週間フローが出てまして、全体でプラス 19.78 億ドルの純流入を記録しています。トランプ大統領当選からですね、米国のスポットビットコイン ETF への流入が連日話題になってましたけども、イーサー、他アルトでもプラスを記録しています。ただ国ごとではスウェーデン、カナダ、香港がマイナスとなってまして、盛り上がりに差があるように見えますね。あと昨日の米国の ETF のフローは現時点では全体でプラス 3.5 億ドルの純流入となっています。ただ先ほどブラックロックにプラス 7.6 億ドルの流入があるという情報が流れたんで、全体ではプラス11億ドルほどの流入となりそうです。週頭でまた10億ドル規模の流入となっています。またブラックロックの IBIT の1日の取引高が45億ドルとまた過去最高を記録したのも話題になっています。イーサは現時点では全体でプラス 1.96 億ドルの純流入となっています。こちらもブラックロックがプラス1億ドルほどの流入ということなんで、全体では約3億ドルほどのプラスになりそうですね。先週から流れが変わってきてます。香港はビットコインイーサともにゼロとなってますね。ビットコインの価格は現在87,500ドルあたりを推移しております。週明け大きな指標はなかったですけども、市場ではトランプ大統領誕生からですね、ロシアとウクライナ、イスラエルとレバノンの停戦期待が高まってまして、リスクオン資産全般が強くなっています。米株各指数も再度 A 値更新して、ビットコインも一時89,500ドルと再度 A 値更新となってますね。他株関連と比べても強いことが各所で取り上げられています。米国債は 4.320 を推移しておりまして、ナスダックが 21,106、S&P 500が 6,003、ダウ平均が 44,293、キンゴールドが 2,622 ドル、日経平均が 39,748 円、ドル円が 153.69 円となっています。個別株の方では仮想通貨関連株も全般が高騰してまして、10% から 30% の上昇が見られます。またマイクロストラテジーは 27,200BTC の買い増しを報告してまして、株価もプラス 25.73% と比較的強くなっています。あとビットコインのデリバティブの方では先物のファンディングレートが一時 0.1% を超えてまして、数ヶ月ぶりの高水準となったことや、連日のショートの生産が走っていること、あとはオプションの方でも8万ドル以上のコールに集中していることから、市場がかなり強気であると見られています。先物の方では OI は全体でプラス 6.51%、額としては523億ドル相当と連日数%の増加で突き抜けてますね。比率としては全体ではショートが 51.5%、バイナスミはショートが 55.6% と下寄りになってます。今後の指標としては11月12日に雇用統計、11月13日に米 CPI、11月14日に米 PPI、米新規失業保険申請件数などが控えております。他アナリストの見解ではですね、2026年末までに仮想通貨の時価総額は現在の約3倍、10兆ドルに到達するんじゃないかというスタンダードチャータード銀行の見解やですね、あとトランプ氏によって米国で仮想通貨系法案は可決される可能性は高いけども、トランプ氏は貿易とか減税の方に注力すると見られてるんで、仮想通貨系法案は以前と比べて優先度が低くなるんじゃないかという TD コーエンの見解。あとは家計市場のポリマーケットから展開されているビットコインが年末10万ドルになるかどうかという予測に対してですね、10万ドルに達するという方が 60% 以上になっていることなどが注目されています。そしてオンレンチャン企画ですね。先週末の私の予想では重要指標もないことから、トランプ効果継続で連休中も24時間営業の仮想通貨市場に資金が流れるんじゃないかと、地を上げして当時の価格76,300ドルよりも上がってるんじゃないかという予想でしたけども、結果としてはトランププラス停戦期待からさらにリスクオン相場となって、市場では普段ビットコインや仮想通貨を扱わないメディアもですね、比較的パフォーマンスが高いことを報じるくらい上げ相場となりました。そしてこの企画の判定時間、本日11月12日 AM6 時時点のビットコインは 86,700 ドルとなってまして、当時の 76,300 ドルよりも上なんで当たりです。今回サクッと決めてましたし、簡単でしたよね。要素も少なくて悩みもしませんでした。じゃあここからまたあと4連勝ですかね明日6時までの上下当てですけども、この時点でのスタートは悩むな。今はね、もう完全にバブル相場ですよね。
延々とショートが焼かれてひたすら上に行くのが、今までのバブルを彷彿とさせる動きなのかなと思います。で、このバブル相場に対して調整するほど効くファンダって、今までの、その定期指標の警戒だとか、そういうのだとちょっと弱いと思うんですよね。何かしらのオンチェーン関連で事故があったりとかしないと、この段階、そして明日までの調整は難しいのかなと思ったんで、今回も上ですね。ただね、米市場の休み明けが本日なんで、それがすごく気になるんですけど、この感じだとなんか15日の米小売前に10万ドルの公募でそのあたりで調整とかなんかそのくらいのスパンになりそうなんで、今回は上にしておきます。チャットだけ見たら時間足ではダブと形成してて8万4000あたりまで調整があってもおかしくない形ですけども、このゲームの結果ね、明日の AM6 時なんで、調整あったとしても反転して AM6 時には上に行っててほしいなと思います。本日の重要指標は雇用時が16時、ドイツユーロの景況感指数が19時となっています。それらの時間帯にどのように動くのか注目ですね。あとはイーサーですね。イーサーの価格が現在3310ドル、BTC 建ては 0.0377 と、先物の方では OI は全体でプラス 2.2%、額としては179億ドル相当、こちらも ATH 更新となっています。比率として全体ではショートが 52.6%、バイナンス意味はロングが 61.9% と下寄りになっています。BTC 建てでは10日時点で 0.040 を一時的に超えてますけども、その後ビットコインが強すぎてですね、BTC 建てがついていけずに調整となってます。ただ ETF の流入を見ると、今回もね、過去最高の流入記録してますし、先物の OI も ATH 更新、数日前からね、明らかに証明が変わってきてるんで、ここからの反転に期待したいですね。チャットだけ見たら BTC 建てでは再度 0.04 を超えられるかどうか、ドル建てではこの3400の抵抗を超えられるかが焦点になると思います。イーサの今後にも注目ですね。あとその他の動向では FTX アラメダ側が各所に訴訟を起こしていることが話題になっています。バイナンス CZ に対して17億ドル相当、ウェブスの創設者アレクサンドル・イオワノフに対して9000万ドル、その他当時の関係者に対して合計25件訴訟を起こしているみたいですね。債権者分配の資金回収のためとされています。一番金額の高いバイナンスへの訴訟内容を見るとですね、2019年にバイナンスが FTX.com と WRS の株式約 20% 相当を100万 BNB 以上、約 17.6 億ドル支払って取得して、でその後2021年に FTX がその株を買い戻すために FTT や BUSD で約 17.6 億ドルを支払って買い戻したそうなんですけども、その契約が交わされた2021年にはすでに FTX やアラメダは破産してたんで、買い戻し契約は無効だと、詐欺であるという主張で17億ドルの返金を求めているようですね。資金回収のためにあの手この手を考えてきますよね。こちらも進捗次第で市場に影響を与えるかもしれないので、その後の動向に注目ですね。あと NFT 市場の方ではブラーの取引手数料導入提案が注目されています。今までブラーは他の NFT マーケットプレイスがですね、取引手数料を取る中、クリエイター報酬を最低 0.5% に設定する代わりに取引手数料をゼロにすることで支持を集めてきたんですけども、今回そのクリエイター報酬の最低 0.5% を撤廃して取引手数料を 0.5% に設定する提案が出されています。最近 OpenSea2.0 の発表から OpenSea の盛り返しが注目されてますけども、このブラーの提案が通った時ですね、NFT 市場の覇権争いがどうなるのかも注目ですね。あとアルトは軒並み全部上がってますけども、パフォーマンスではやっぱり同時を筆頭に支部などですね、ミーム関連が強いですよね。あとこのタイミングでバイナンスに上場したアクとピーナッツは1日で2から20倍の高騰となっています。どちらもちょうど時価総額200位あたりで並んでますね。前回バブルでも DEX で仕込んでバイナンス上場を目指すみたいなムーブが主流でしたけども、ここからさらに上行けるのか注目ですね。あとその他資金調達関連ではオムニチェーン流動性インフラと呼ばれているステークストーンが2200万ドル調達、 RWL2 のラック3が1240万ドル調達、 L1 のファロスが800万ドル調達、 ZKK のブレイビスネットワークが750万ドル調達、トンチェーンのイーサ互換を目指すTAC が650万ドル調達、データストレージチェーンと呼ばれているアーケーブが345万ドル調達を発表しています。これらの今後の展開にも注目ですね。今日はこのところですが何かありましたらコメントいただけるとありがたいです。よければチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。